お疲れ様です。お疲れ様です。水冷服といったらカッピーってことで、1年ぶりにまた来てもらったんですけど、今年は何が違うのかな？今年はそうですね、大きく分けるとですね、この水の通り道、これが新しい方、これがニューバージョン。そう、ニューバージョンですね。2023モデル。で、これ後ろね、これが水の通り道です。ね、これを見比べると、これ古いやつですね。去年のやつね。これ去年のモデル。はい。これね、こう比べたらようわかるんですけども、全体的に水の通り道が広がったような、ここが一回下にくるんと下行ったりとか、あとはこの胸の部分、これが去年バージョン、真ん中に通ってるんですよね。ただ今年の新しいバージョンは外側にこっちがこの脇に近い通り道になってるんで、ここを開けて腰締めずにここを調整すると脇の血管が集中している部分を冷えやすくなったっていうところが改良されているとこですね。ペットボトルの入る容量とかは基本的には同じです。650ml のペットボトルまでが入ります。この中にですね。バッテリーの容量も5200で一緒です。去年のバッテリーと同じだから去年のバッテリーをこちらで新しいのに使うことも可能、全く一緒なので、一応バッテリーこちらです。5200、これも去年と同様にタイマーモードが2つ入ってるのと、連続運転が入ってるのありますんで、今回これだけじゃないんですよね。さらにアイスマン用冷凍ペットボトルクーラー中名前です。エネチャージ。そう、エネチャージ。これね。そう、こちらですね。エネチャージ。これなんぞやっていうと、言うたら簡単に言うと大きい水筒、どでかい水筒です。結構ね大きさあるんですけども、これ開けて実際中見てもらうと結構ごついんですよね。でかいね。そう、広いです。で、ちなみにこちら600ml の冷凍ペットボトルが4本入ります。それはなぜ4本なんですかね。中に一応4本あったら1日持つだろうっていう。2時間かける4そう、2時間かけるので8時間。だいたい作業時間8時間。そうですね。1日8時間なんで、そう、それだけあると持つだろうっていうので、おそらく4本っていう設計ですね。あとこちらに関しては今結構アウトドアとか結構流行ってるんで、そうだからカンカンとかこの中放り込んだりすると、これ取ってもあって結構持ち運びやすいと思うんで、そういった場面今結構流行ってるんで、そういった場面で座れんちゃいます？フラットなんでね。どんな感じですか？座ってみましょうか。いけるね。全然。ちなみに200キロまでほんなら僕らの仕事で言ったらバンケツとかすするときちょうどいいね。そうですね。高さ的にもいいですね。だからそのペットボトルも入れといてもええし、決戦するときは盤の前に持って行ったりとかそれで座ってちょっと作り物するときもね、いろいろ組んだりするのにいいですね。いいね。ほんまに結構しっかりした丈夫な作りになってますんで、これと併用することによって、このベストプロ、こちらも長く効果発揮できるっていうものですね。で、あとはちょっともう実際に使ってみての感想をしようかなと思ってますんで、でその連続モードとかいろいろは去年やってるやつもあるんで、もっと詳しくしたい人はそっちも見てもらいつつ、この後はカッピーの実演レビューをしてくれるということで、毎度お疲れ様です。本日ですね、こちらのアイスマンベストプロを実際に着用して作業をしました。で、やっぱり冷えるのが早い。ここに凍ったペットボトルとお水を入れてスイッチを押したら、ここで冷やされた冷水がこのチューブの中を循環するんで、ここに面している部分っていうのは非常にすぐ冷たさを感じることができます。あと音が静かなんで、電車の中とか音が気になる室内での作業とかにはもってこいですね。空調服やったらやっぱりその風を送る音がどうしても気になってしまったり、あと膨らんだりするんですけれども、これはやっぱり膨らみもせんし、音も静かやしっていうので、結構そういう場所に使えるんじゃないかなと思います。あとですね、こちら非常に軽いです。650ml のペットボトルを入れたとしても、おそらく 1kg ありません。ちゅうことは体の負担が少ないんで、長時間の作業にも向いてるんじゃないかなと思います。
あとですね、今日作業しとって思ったのが、これつけると確かに体は冷えます。胴体部分は冷えるんですけども、首元が熱く感じることがやっぱあるんですね。そんな時に役立ったのがこのアイス G なんですよ。これ首に巻くやつなんですけども、これとこれを併用することによってより冷たさを実感することができます。今5月なんですが、600ml のペットボトルでだいたい3時間ぐらい冷たさ持ったんちゃうかな思うんですけども、これからもっともっと暑くなっていくとですね、3時間持てへんのですよね。おそらく2時間ぐらいでぬるなってくるんちゃうかなと思うんですが、そんないちいちコンビニにね、ぬるなるたんびに行ってられへんじゃないですか。その時にもうすごい役立つのがこのエネチャージっていうでっかい水筒みたいなやつなんですよ。こいつがむちゃくちゃ仕事しおるんですよ。で、こいつの能力がどれぐらいすごいのかっていうのを実際に見ていただこうと思ってるんですけれども、今日朝9時半ぐらいに凍ったペットボトル凍ってこの中ずっと入れてます。で、現在23時半なので14時間ぐらい経過します。では今どういう状態なのか見ていきましょう。ですね、こいつがずっと9時半から入れてるペットボトルなんですけど、まだ氷がねおるんですよ。まだ全然いてます。私こういうコーヒーもちょっと冷やして入れてみました。でこのお茶とかもこれ溶けたやつなんですけども、これも普通にも飲めるし、今でも全然冷たい状態です。中大体こんな感じで、ほんまに4本すっぽり入るぐらいの大きさで、結構大きいなっていう余裕あるなっていう感じです。で、今見ていただいた通り、ほんまにこいつ仕事します。ほんま仕事します。で、現場だけじゃなくてですね、今流行りのキャンプだったりとか、アウトドアとかの、飲み物の持ち運びなんかでもとてもいいんじゃないかなと思います。ね、こうやって取っ手もついてますし、フラットにして座ることもできますので、ほんまにいろんな活躍できると思います。ほいで、このアイスマンベストプロとこの首に巻くアイス G ですね、この2点セットが出るっていうことです。あとこの2点プラスこのエネチャージがついた3点セットっていうのも販売されるみたいなので、ぜひチェックしてみてください。これちょっとおまけなんですが、去年の動画で結構多かった声が、これの洗い方を教えてくれっていう声が多かったです。これの分解の仕方ですね。で、今回ちょっとそれをやっていこうと思います。まずタンクの中の水を抜きます。抜いて、次ここにバッテリーが入っているんで、このバッテリーを抜きます。抜いて、この線をこう通ってるんで、ここから抜いていきます。この状態にしますね。次にですね、ここにポケットがあるんですよ。ポケットで、ここにチャックがあるんで開けます。開けてパカッて開いたら、中にこのちっちゃいポンプがおるんで、これを1本ずつ抜いていきます。ホースがね2本入ってます。これ入れるとこ間違えへん。抜いて、で2本目も抜いて、でこのポンプはこのゴムで止まってるだけなんで、これを抜きます。抜くと遊ぶんで、これでずーっとこの線、バッテリーに行く線を抜いてきます。これで抜けましたね。ほんなら次、ここですね、この上の部分、ここにチャックがおるんで、これを開けます。開けてパカッてなったら、タンクの中身が見えるんで、ここマジックテープ止まってるだけなんですよ。こことこれがマジックテープで止まってるだけなんで、これを抜きます。同じようにここも抜きます。抜いたら、この部分をちょっとね、ここゴムになってるんで、これちょっと広げちゃって、こう抜くとこいつだけでできます。で、あとはもうこれをこ
これね、洗濯機はもうダメなんで、必ず手洗いで洗ってください。これ手洗いで洗って外で干してもらって乾かしていただくっていう手順になります。ブラシ方、洗い方は一応こんな感じで、詳しくはね、説明書にも書いてますんで、そちらをまた参考にしてください。はい、ということで今年もアイスマンの紹介をさせていただきました。で、このアイスマン、凍ったペットボトルで循環する水を冷やすシステムを使用しております。ですので、氷や保冷剤よりも冷たさが長持ちするのが特徴です。で、このシステムをアイスドリップコントロールというシステムで、こちらはヤマシンさんが特許を取っているシステムですので、他社様では歌えないものとなっております。で、一つ注意点なんですが、どうやら去年のモデルでは空回しの状態でタイマーモードへ切り替えすることができたらしいんですけども、今年のこのモデルはどうやら配線強化されたとのことなんで、空回しによるタイマーモードへの切り替えができるようになりました。ですので、必ず水を入れてから電源を入れるようにしてください。そこだけちょっと注意してください。お願いします。ぜひ皆さんもですね、この軽量で静音、静かでですね、長時間冷却ができて高速チャージで速攻冷感で水分補給できるこのアイスマンベストプロをぜひその身で体感していただければなと思います。それではありがとうございました。お疲れ様です。これもね、パワーアップになって帰ってきました。アイス G、ね、そう、アイス G 覚えてますかね。これもね、去年の動画で、はい、これ去年のタイプ、リバーシブルのタイプなんですけども、でこちらが2023年バージョンなんですよね。でこれ何が違うか言うたら、これ実際見てもらったら分かるんですけども、ここのごつさが違うんです。そう、ごつさが違うくて、効果も去年のこのモデルに比べるとだいたい30分から1時間ぐらいの効果が伸びたとのことなんで、こちらも一緒にチェックしていただければと。そしてこちらが落下防止の付属品の紐ですね。これをここに結んでもろて、簡単に結んで、こういう腰道具とかにつけるんやね。そうですね。これ落下防止と。確かにこれ首にやってるとね、こう作業してると結構そうやね、動くんで、高所から落としたらね、凍ってたらやっぱり危ないですね。えらいことなんで、だから一応その防止のための紐と現場作業にはそうですね。必要やね。だから前よりも扱いやすくはなるかなと思います。でちなみにこれ入ります。すげえ。それも考えられてるんだね。これもちゃんときっちり入るんで、はい。もちろん今までのやつもこれ入りますんで。僕は去年冷蔵庫持って行ってたんでね、そう考えたらこれお手頃やし。そうですね、楽天で8000円ね、なんで、そうですね。私もだから去年はずっと保冷剤を入れて持ってたんですけど、やっぱりすぐ効果が切れちゃうんですけども、これがあったら一気にペットボトル4本運べるっていうので、もうすごくこれいいんじゃないかな。いいっすね。思います。はい。じゃあ引き続きはカッピーの個人動画でお願いします。はい。ということで今回ヤマシンさんの水冷服など2023年バージョンの水冷服と、あとこのエネチャージと新しいアイス G。はいでした。リンクなどは概要欄に貼っておきますのでよろしくお願いします。お願いします。とりあえず面白くしたいです。電気屋を。